いつか自分の息子にお父さんって呼ばれるのが夢なんですよ。姉息子の七五三のお祝いで多くの親族が集まる中、私の夫が話し出す。私は夫の発言を聞いて、どの口が言っているのだと心の中でつぶやく。夫は結婚してからも仕事と言ってほとんど家にいる時間がなかった。100歩譲って仕事が忙しいとしても、夫の態度は結婚当初からかなり冷たいというより無関心に近かったかもしれない。僕たちもそろそろ子供が欲しいと思っているんですよ。なあ。うん。思わずうなずく私。そうかと満足そうに笑う親戚。子供が欲しい？そんなこと私との会話で一度も言ったことないのに。外面の良い夫は自分の株を上げることに終始しており、私はいつもの夫とは思えない言動に戸惑いが隠せなかった。普段から私のことはどうでもいいというか、二人の将来について話し合う気があるようには感じられない。この男が本心からそう言っているとは到底思えなかった。そこに突然、私の夫の言葉に反応した姉の息子が口を開いた。その5歳児の可愛らしくもあどけない言葉に、その場にいた全員、特に私の隣に立っている夫が、さっきまでの笑顔のまま凍りつくことになる。ただ、私だけが、このことを分かっていたかのように、姉にゆっくりと微笑みかけた。じゃあ行ってくるわ。いってらっしゃい。気をつけてね。そう言って、スーツを羽織る夫に返事をしながら、私も髪を結んで、家を出る準備をする。もうこんな時間、早く出ないと。時計の針は朝7時30分を指している。いつもと変わらない光景だ。私はマキ、35歳。私と夫は結婚してもうすぐ2年が経つ。紹介で知り合い、同棲を経て結婚。どこにでもいる一般的な夫婦だ。夫は営業マンとして第一線で活躍を続けており、日付を超える帰宅や土日の出勤も珍しくない。そのため、夫婦としての時間が取れているかと言われると、正直微妙だ。同棲している時と大きな変化はない気がしている。おはようございます。いつも通り出勤し、自分のデスクに座る。おはようございます。ねえねえ先輩、聞きました？もう、また噂話？へへへ、今回のは結構衝撃的ですよ。席に着くや否や、話しかけてきた後輩。どこから情報を集めているのか謎だが、頼んでもいないのに、いろいろなゴシップを持ってくるのだ。去年経理課に入ってきた若い子いるじゃないですか。ああ、美人さんが来たぞって課長が騒いでいた子ね。そうそう、その子実は不倫しているらしいんです。そうなのね。それは大変。もう先輩、もっと興味持ってくださいよ。チェッと言いながら頬を膨らませる後輩。この後輩が持ってくるゴシップは根拠のない不倫話ばかりなので、適当な相槌になってしまう。結婚していても諦められないっていう究極の愛なんですかね。そうなのかしらね。そういえば、先輩のとこは、まだお子さんいらっしゃらないんですよね。いないけど、急にどうしたのよ。ほら、子供がいない方が、ラブラブで不倫しないって言うじゃないですか。いつまでも恋人でいれるっていうか。恋人ね。私と夫はどうなのだろう。と、ふと思いを巡らせる。付き合っていた時から、夫とは、
結婚したら子供が欲しいと話していた。というのも、私は家族への憧れが人一倍強いのだ。幼い頃に不慮の事故で両親を亡くしてから、二つ上の姉とずっと暮らしてきた。姉はたった一人の家族であり、親友のような存在。嬉しいことも悲しいことも何でも分かち合ってきた。当時地方に住んでいた私たちは、ありがたいことに多くの親戚や近所の方たちの協力もあり、なんとか成人することができた。だからこそ自分で温かい家庭を築きたい。そんな思いが強くなったのだ。夫と結婚してから義両親との関係も良好だ。特にお母さんは自分の娘とおしゃべりするのが夢だったのと言ってくれ、いつも本当の娘のように接してくれている。まるでもう一人母親ができたような感覚だ。あとは子供というところなのだが、どうにもこうにも夫が忙しすぎる。それどころではないという状況だ。仕事を辞めるしかないのかな。先輩、何か言いました？別に。ほら、早く仕事しなさいよ。はーいと気の抜けた返事をして、後輩が机に向かう。一度、夫とちゃんと話してみるか。そう小さくつぶやいて、私も机に向かい、仕事をし始めた。だから、前から言ってるだろ。今が頑張り時なんだよ。予想通りの返事が返ってきた。帰ってきた夫に、もう少し二人の時間が欲しいと話してみたのだ。ここで頑張るかどうかで、昇進できるかどうかが決まるんだよ。でも、私ももう35歳だし。わかってるって。子供ができたら今まで以上に金が必要になるだろ。はあ、お前はいいよな。出世争いとか無縁だもんな。もうこの話終わりな。俺だって疲れてるんだよ。大きな音を立てて扉を閉める夫。スタスタとお風呂場に向かって行ってしまった。仕事が忙しいのもあると思うが、最近夫が冷たい。冷たいというより無関心に近いかもしれない。私のことはどうでもいいというか、二人の将来について話し合う気があるようには感じられない。仕事って言って、いつになったら落ち着くんだろう。みんなどうしているのかな。夫のシャワーの音が聞こえてきたことを確認し、スマホを手に取った。連絡先一覧を開き、姉の電話番号を入力する。もしもし、マーキー？どうしたの？突然電話してごめん。今大丈夫？いつも突然じゃない。今更よ。ごめんって。姉のケラケラとした笑い声を聞いて安心する。付き合っていた当時から夫のことで何か悩みがあるたびに姉に相談していた。小さい頃からなんか悩みがあるとすぐ相談してくるわよね。で、今回は？鋭い。さすがは私の姉。何でもお見通しだ。実は、と切り出し、夫とのすれ違い生活のことや、積極的に子供についての話し合いをしてくれないことを話した。そうね。旦那さん仕事で忙しいとは思うけど、二人の問題なんだから、もう少し向き合ってほしいよね。そうなの。私もいい年なのに、私ばっかり焦ってる気がして。きっと余裕がないのね。話を聞いてる限り、家族のために仕事を頑張ってくれているみたいだから、まずはそこに対してもっと感謝を伝えること。確かに、最近ありがとうって言ってないかも。そういうの、男の人って結構気にするのよ。あとは、話すタイミングを見計らうこと。少なくとも仕事終わりは絶対 NG ね。反省します。少し話しただけで、的確なアドバイスが流れるように出てくる。消極的な私に対して、姉は恋愛経験が豊富だ。学生の頃から
付き合っている人が途切れたことがない。そんな姉に昔から相談をしていたのだが、姉がよく言う男心というものは未だによくわからない。だからこそ姉のアドバイスはとても参考になる。まあ、私は子供ができたことでクソ旦那と結婚することになったんだけどね。そう言って笑う姉。姉は職場で知り合った方と交際していたが、妊娠がわかり結婚。いわゆる出来婚だったのだ。幸せそうに見えたものの、5年前に旦那さんの浮気が発覚して離婚。5歳の息子、春人くんを抱えたシングルマザーとなった。今は養育費をもらいつつ、事務員としてパートで働きながら、なんとか食いつないでいる状態だ。ああ、勘違いしないでね。ハルトは大好き。ハルトに出会わせてくれたことが、あいつの唯一の功績ね。はいはい、十分伝わってますよ。これでもかというくらい、姉が姉息子を溺愛していることは伝わってくる。そして私も自分の息子同様に可愛がっており、日々の成長を楽しみにしている。また、家が近いこともあって、姉と姉息子が私たちの家に遊びに来ることも多い。夫も春人くんのことをとても可愛がっている。とにかく、また今度ゆっくり話してみなよ。旦那さん優しいんだからさ。そうだね。いつもありがとう。また何かあったら電話しなさいよ、と言い電話が切れた。姉に話すと、いつも心が軽くなる。きっと、タイミングが悪かっただけだ。そう思い直し、また夫と向き合う決意をした。だが、いくら感謝を伝えても、タイミングを変えても、夫が私と話し合おうとすることはなかった。いつものらりくらりと交わされ、何も進展しないまま、時間だけが過ぎていった。そうして、私と夫が変わりない日々を過ごして数ヶ月後、姉から一本の電話が来た。春人くんが5歳の誕生日を迎え、再来月に七五三のお祝いをするから、私と夫にもぜひ来てほしいとのことだった。もしかしたら夫は仕事で行けないかも、と姉には伝えておき、姉から誘いがあったことを夫に話した。今度さ、春人くんの七五三のお祝いがあるんだけど。おめでたいな。もちろん行くって返事しておいて。あ、わかった。快諾する夫に戸惑う私。いつも私がたまには出かけないと誘うと、仕事が入るかもしれないから無理だと渋るのに。夫もまるで自分の息子のように可愛がっていたし、きっと楽しみなんだろう。心に浮かんだモヤモヤを抑え、そう思うことにした。あのメッセージを見つけるまでは。姉息子の七五三当日。仲がいいということもあり、神社には親戚一同が集まっていた。お姉さん久しぶり。大きくなったな。おじさん、会いたかった。姉と春人くんに会うや否や、私を置いて二人のもとへ駆け寄る夫。いつもの無気力さはどこへ行ったのか。春人くんに対して、かわいい、かわいいと連呼している。来てくれてありがとうね。みんな集まってくれて嬉しい限りよ。ほんと仲いいね、うちの親戚。私たち姉妹への思い入れが強い、ということもあるのだろう。その日は、誰かの結婚式か、というくらい、親戚が集まっていた。想像よりも多いけど、ちょうどよかった。え？今なんか言った？なんでもない。そう言って笑うが、姉は不思議そうな顔をしている。そんな姉をよそに、親戚のおじさんが近づいてきた。いや、まきちゃんも久しぶりだね。2年前のお結婚式以来かな。もうそんなに経ちますか？ご無沙汰してます。
やっぱり子供は可愛いね。マキちゃんのところもそろそろだろ。やはりその話題になるか、と言葉に詰まる私。予想していたものの、こういった話題はどう返すか悩んでしまう。すると、すっと夫が横に入ってきた。お久しぶりです。いやー、僕たちもそろそろ子供が欲しいと思っているんですよ。なあ。うん。思わずうなずく私。そうかそうかと満足そうに笑う親戚。子供が欲しい？そんなこと、私との話で一度も言ったことないのに。いつもの夫とは思えない言動に戸惑いが隠せなかった。その後も夫は親戚に普段はどうしているかなどと聞かれると、仕事が忙しいがなんとか週末の二人の時間は作るようにしていると笑顔で答えていた。やっぱりいつかは自分の子供が欲しいですね。お父さんって呼ばれるのが夢なんです。そう言って笑う夫を見て、親戚たちはいい旦那さんと一緒になったなぁという。きっと夫は親戚にいい顔を見せたいのだろう。あまりにもいつもと違う夫の態度に苛立ってくる。ダメだ。顔に出さないようにしないと。そう首を振り、あと少しの我慢。そう思って笑顔を作り直した。その瞬間だった。あれ？僕の本当のお父さんっておじさんなんでしょ？その場の時間がすべて止まったように感じた。夫のズボンを引っ張りながら、姉息子がきょとんとした顔で夫を見上げている。何よ急に。いつもたくさん話しているから、本当のパパだと勘違いしちゃったのかな。そう言いながら、かがんで姉息子の頭を撫でる。だが、手も声も震えており、動揺しているのは明らかだ。勘違いじゃないよ。ちょっとハルト、急にどうしたの？だって僕聞いたもん。おじさんとママが話してるところ。その言葉を聞くと、姉の顔から一気に血の気が引いていった。ちょっとこっちで遊ぼうか、と急いで息子を連れて行こうとする姉。私は姉の腕をつかみ、ハルトくんから話し、口を開いた。ハルトくん、どんなお話聞いたのか、おばさんにも教えてほしいな。いいよ。いつも僕が寝た後、おじさんが僕の家に来るんだよ。へえ、そうなんだ。でもね、僕、お布団に入った後にトイレに行きたくなることがあって、それで、この間、おじさんとママの話を聞いちゃったんだ。そっか。どんなお話していたの？僕の本当のパパは、おじさんなんだって。だから、もっとママにも会いたいって。ね、おじさん、と無邪気に笑う。こんなにたくさん人がいるというのに、静まり返っていて、誰も言葉を発しようとしない。寝ぼけてたのよね。急に変なこと言わないでよ。そうだ。いつもおじさんの家に来るときも、お昼寝大好きだもんな。なんとか無理やりごまかそうとする二人。なんだ勘違いか。という親戚たちを横目に、私はカバンから封筒を取り出した。ハルトくん、お話ししてくれてありがとう。次はおばさんが少し話してもいいかな？うん、いいよ。ありがとう。と言い、私は封筒から書類を出して、二人の前に突きつけた。これ、何かわかる？そう、DNA 鑑定。ここに何て書いてあるか、読んでみてよ。読めないなら仕方ないわね。私が代わりに読むわ。ハルトくんは、あなたと姉さん、99% あなたたちの子供だってことが書いてある。どういうことだと、親戚たちがざわざわしている。遡ること数ヶ月前。あっちゃー、多分駅のトイレに置きっぱなしだ。ある日の仕事帰り。自宅まで我慢できないだろうと思い、
私は最寄り駅のトイレに寄った。その際にスマホを置いてきてしまったのだ。まだ最寄り駅でよかった。そう思いながら駅に着き、駅員さんに話すと、親切な人が届けてくれていたらしく、すぐに受け取ることができた。そのまま自宅に戻ろうとしたその時、ちょうど電車が着いたのか、多くの人が改札から出てきていた。その中に夫の姿があったのだ。珍しく今日は早いんだ。たまたま会うなんて偶然。そう思い、声をかけようとした瞬間、夫が自宅とは別方向に歩みを進めたのだ。不思議に思いながら後をつけると、夫はタクシー乗り場で止まり、順番に来たタクシーに乗っていった。なんだか嫌な予感がする。思わずタクシーに飛び乗り、前のタクシーを追ってください、と運転手に依頼する。夫が乗ったタクシーは5分ほど走った後、姉の家に着いた。なんで姉の家に？私に秘密で二人で会っている。そのことに疑問を抱いた私は、その場を離れ、自宅に引き返した。そして、夫が寝た後にスマホを確認した。パスコードは普段触っている指の角度から分かっていたので、すぐにロックが外れた。そして、姉と夫が密かにメッセージをやり取りしていることが分かった。私には言えない相談とかがあったのかも。そんな淡い期待は、あるメッセージですぐに砕かれた。次はいつ会えそう？ハルトも会いたいって何度も言ってるよ。じゃあ次の休みは遊園地に行くか。なんて言ったって本当のパパだからな。たくさん遊んでやらないと。息子思いの優しいパパね。いつもありがとう。文字を何度も読み、状況を理解すると、吐き気がこみ上げてきた。ハルト君は、姉と夫の間に生まれた子供っていうこと？たった一人の家族である姉と、生涯一緒にいることを誓った夫が、不倫をしていた。しかも、それだけではなく、可愛がっていたハルト君が、姉と夫との子供だというのだ。その後も、無我夢中でメッセージを遡る。すると、夫は、姉が結婚した時から不倫をしており、妹と結婚すれば、お互いそばにいられる。という計画のもと、私に近づいて結婚したことが分かった。二人して、私を騙して楽しんでいたってこと？許せない！そこからは簡単だった。姉とハルト君が遊びに来た時に、落ちた髪の毛と、旦那の髪の毛を DNA 鑑定に出したのだ。ちょうど、ハルト君の七五三で、親戚が集まる。そこで二人の悪事をばらそう。そう決意したのだ。ふざけるな！お前たち、何をしたのか分かっているのか？状況を把握した親戚たちが、一斉に姉と夫を責める。確固たる証拠がある以上、二人は言い逃れできず、ずっと黙ったままだった。立ち尽くす夫に、私は声をかけた。はい、これ。これ。離婚届。後で弁護士から慰謝料について郵便があるから受け取ってください。そう言って、夫の胸に離婚届を叩きつけた。囲まれて責められ続ける二人を置いて、私はその場を後にした。おはようございます。おはようございます。ゴシップ好きな後輩に挨拶し、いつも通り机に座る。まさか、隣に座る私が不倫に巻き込まれたなんて思わないだろうな。あの七五三の日から、しばらく時間が経った。無事に離婚が成立し、夫はすぐに家から出て行った。その後夫がどうなったかは知らないし、知りたいとも思わない。ただ一つ気がかりなのは、姉とハルト君のことだ。まだまだ小さな子供だ。大人の事情に巻き込んで、
申し訳なかったと思っている。また、姉のこともどこかで恨みきれない自分がいた。裏切られたとはいえ、たった一人の家族だ。だが、二人の状況を知る権利は私にはない。どうか元気でいてくれることを願っていた。はい、先輩。ごめん、考え事してた。珍しいですね。スマホ、さっきから鳴ってますよ。そう言って、後輩が机を指さす。こんな時間に一体誰が。そう思いスマホを見ると、そこには、姉という文字が光っていた。途端に、心臓の音が速くなる。ちょっと電話してくるね。はーい、お姉さんですか？ほんと仲いいですよね。羨ましい。事情を知らない後輩が笑顔で送り出す。私、うまく顔を作れていただろうか。もしもし、今仕事中なんだけど。何よ、怖いわね。あんただっていつも突然電話かけてきてたじゃない。今までの姉とは思えない冷たい声。私が大好きだった姉は、もうそこにはいなかった。今さら何か用？よってこともないんだけど。一言伝えておかないと納得できなくてね。どういうこと？電話越しに姉の乾いた笑いが聞こえてくる。私ね、昔からあんたのこと嫌いだったの。え？あんたの方が小さいからってちやほやされて。私はお姉ちゃんだからしっかりしろって言われるばかり。なんで私があんたの面倒を見ないといけないのか。ずっと納得してなかったわ。そんな風に思っていたなんて。言葉に詰まる私をよそに、姉はどんどん言葉を並べていく。何かあればすぐにお姉ちゃん、お姉ちゃんって。うざったらしくて仕方なかったわ。そんな。それに、あんな親戚たちと仲良くするのももうたくさん。狭い世界でしか生きていけない人たちよね。お父さんとお母さんがいなくなった小さい私たちをあんなに懸命に面倒見てくれたんだよ。そんな言い方。親戚の人たちがいなければ、私たちはすぐに施設に入れられていただろう。本当の娘のように大切に育ててくれたのに。感謝など感じられない姉の言葉に、怒りが抑えきれなくなっていた。声を荒げる私をよそに、姉は大きなため息をつく。はあ、そういうところが嫌なのよ。義理とか人情とか。人情って、とにかく、あんな人たちとは、もう私は関わらないから。あとあんた。私？あんたとももう赤の他人だから、二度と連絡してこないでよね。突然の絶縁宣言に息が詰まる。今までのように連絡を取ることはもうないだろうとは思っていたが、絶縁なんて。ショックを受けている私を見透かしてか、姉は言葉を続けた。いいこと教えてあげる。これから私とあんたの元夫は一緒に暮らすから。あの後、連絡取ってたのね。せいぜい、あんたは悲劇のヒロインとして生きていけば、きっとまた親戚たちが可愛がってくれるわよ。言いたいことはそれだけ？そうよ。じゃ、連絡先消しておいてよね。姉がそう言い終わるかどうかくらいで、電話が切れた。スー、スーという音だけが耳元で響く。なんなのよ。そうつぶやくと、絶縁を宣言されたショックよりも、姉に対する憎しみがどんどん湧いてきた。まだ小さな息子もいるし、と姉を心配していた自分が馬鹿らしくなってきた。徹底的に復讐してやる。私は連絡先を開き、ある人に電話をかけた。それから1週間後、突然電話が鳴り響き、直感で姉からだと感じた私は電話に出た。もしもし？ちょっと、一体どういうことなのよ。どういうことって何？
知らないふりしてるんじゃないわよ。上司から契約解除にするから来月から来ないでいいって、どうせあんたが全部仕組んだことなんでしょ。電話口の姉は怒りで自分のコントロールができていないようだった。予想通りの展開に私の頭は冷静だった。今から1週間前、姉から絶縁宣言をされた私が電話をかけたのは、姉の元旦那の智也さんだった。もしもし、お久しぶりです。姉の妹の。ああ、覚えてるよ。久しぶり。そう話す智也さんは、浮気をするとは到底思えない優しい声をしていた。お忙しいところすみません。私事なのですが、先日、夫と離婚しまして。そうだったのか。でも、なんで僕に電話を？それが、実は、姉の息子が、実は自分の夫との子供だったこと。その関係は、姉が結婚している時から続いていたということ。DNA 鑑定を突きつけて離婚した後、姉から絶縁宣言をされたことを話した。そんなことが？智也さんにとっても辛い話になってしまい、すみません。すると、智也さんは、そういうことだったのか、と小さくつぶやき、言葉を続けた。信じてもらえないかもしれないが、実は私たちの離婚は、私の浮気が原因じゃないんだ。え？どういうことですか？妻の浮気が原因なんだ。罪をなすりつけられたと言ったらいいのかな。母、と力なく笑う智也さん。君が妻のことを慕っていたのは知っていたから、あまり伝えない方がいいと思っていたんだ。そうだったんですか。お姉さんはもともとヒステリックになりやすい部分があってね。君の前ではきっと見せなかっただろうけど。はい。仕事が忙しかったこともあって、私もだんだん精神的に参ってきてしまって、帰りが遅くなるたびに浮気をしているんじゃないか、と繰り返し言われる毎日だった。いつしか彼女の中では、私が浮気していることが事実になってしまったんだ。そんな。前の私なら、そんな姉の姿を想像もできなかっただろう。もしかしたら、智也さんを嘘つき呼ばわりしていたかもしれない。でも、今なら、その姿を容易に想像できる。ついに私が限界を迎えてしまってね。私の浮気が原因ということでいいから、離婚することにしたんだ。そうだったんですね。仕事で忙しかったから、親権はあちらに渡ってしまって。でもまさか、僕の子供ですらなかったのか。返す言葉が思いつかない。姉は、どれだけたくさんの人を傷つければ気が済むのだろう。これからもきっと、同じことを繰り返すに違いない。今日電話したのは、どうしても姉のことを許せなくて。ああ、私も許せないな。私だけ我慢をすれば、それでいいと思っていたが、唯一の家族である妹の君にまで、そんなことをしているのなら、話は別だ。ありがとうございます。あとはこっちでやっておくから、と言ってくれ、私は電話を切った。あなたの元旦那さんに、ありのままを伝えただけよ。智也に？電話越しに、姉が青ざめていくのが伝わってくる。智也さんは、姉が働いている会社の取引先の部長だった。二人は、職場を通じて知り合い、姉のアプローチで交際を開始したのだ。ありのままの話をしたら、こう言ってくれたわよ。不倫して、しかも子供を授かるような人だとは思わなかったって。そのことを、姉さんの会社の部長さんとも話したみたい。姉さん、離婚した理由を、いろんな人に言いふらしてたんでしょ？どうしてそれを？離婚の理由を誤解していた。弊社の従業員が大変失礼なことをして、申し訳なかった。それなりの処分をするって言ってくれたらしいわ。
黙り込む姉。まさか仕事まで失うとは思っていなかったのだろう。謝るから。は？謝るから、どうにかしてよ。クビになんてなったら生活していけないじゃない。呆れて何も言えない。どこまでこの人は自分のことしか考えていないのだろう。もう決まったことみたいだし、そもそも私にはどうにもできないわよ。そんな。それに私は赤の他人だから、もう連絡してこないでよね。電話の向こうで姉が何か言いかけていたが、電話を切った。その後、智也さんから謝罪と近況報告のメールが送られてきた。自分が当時ちゃんと向き合わなかったために私に迷惑をかけてしまい申し訳なかったということ。姉から連絡が来ても無視してほしいとのことが書いてあった。どうやら私と電話をした後、姉は智也さんにもしつこく連絡をしており、どうにか智也さんのコネで就職できないかどうかとごねているようだ。先輩、ビッグニュース。びっくりした。いつもビッグって言ってるじゃない。それが、今回はすごいんですよ。杉本商社ってあるじゃないですか。そこの営業マネージャー、クビになったらしいんですよ。杉本商社。元夫の会社だ。動揺を隠して後輩に相槌を打つ。どうやら、そこのマネージャー、不倫相手と子供作っちゃったみたいで、出世コースから外されて、来月から地方に飛ばされるらしいです。なんでそんなに詳しいの？私の彼が、そこの営業なんですよ。そうだったの。不倫って、人生を狂わせますね。怖い。間違いなく、元夫のことだ、と思った。そんなことになっているとは知らなかったが、どうでもいいと感じている冷静な自分がいた。そして、しばらくして、元夫の母親からも連絡が来た。姉も職を失い、元夫も地方に転勤になってしまったため、元夫の母親が、春人くんの面倒を見ることになったらしい。あのお母さんなら安心ね。二人も更生してくれるといいけど、唯一の心残りだった春人くんが無事に引き取られたとわかり、安心している自分がいた。すべてが過去になって、春人くんに会いに行ける日が来たらいいな。そんなことを思いながら、今日も会社に向かう。お、気になってたコスメの新作、今日発売だ。帰りに寄って帰ろうっと。いつか笑い話にできる日が来るまで、自分の人生を精一杯楽しもう。そう誓ったのだった。